懸命やってた結果なんで、運も左右するもんなんで、良かったなぐらいですね。どうですか、親方が変わって何か一番変わった点とかってありますか？いやいや、ずっと引き続き同じような形でやらせてもらってます。自分ではいい形で取れてると思ってたんですけど、初日2日目ですかね。でも、王鵬の形じゃないよねっていうのを言っていただいて、そこからそうですね、しっかり修正できたんで。それこそ私が若手で、やってる頃は、本当に福岡って入らなかったんですよ、お客さんがね。大変な時期もありますよね。しかも相撲人気も少しねちょっと低迷、プラス人が入らなかったんで、その頃を思うとガラッと景色変わりましたね。こんな時代がやっぱね、やっぱずっとこう相撲もね、盛り上がってきてるのもありますし、時間ですね。そうですね。さあ、欧勝海は十両の朝白龍との取り組みを迎えます。宮田、やや左に動いた、両回しを取りました。四つ相撲、朝白龍力があります。持ち上げるようにして寄っていく、寄る、しかし体を変えてどっちでしょうか。欧勝海の背中が先についたようには見えましたが、チャリ切れてなかったかな、間に合いませんでしたかね。こんな感じが、朝白龍をうまく体入れ替えましたね。そうですね。朝白龍はね、これちょっと今場所何日目の相撲かちょっと忘れたんですけど、見ててこの組むのうまいんですけど、四つに組み止めるのはこれちょっとね、なんかがっぷり四つで力比べみたいな相撲が多いんですよね。これもうちょっとなんか回しを切る技術とか身につけていったら、これだけがっぷりで力強く勝てるんで、もっと簡単に勝てるのになってちょっと思う。そうなります。1年じゃないですかね。去年はまだ草のまだ幕下でしたね。ですよね。嬉しいですよね。熊本の方ももちろんね、九州っていうやっぱ九州っていう一つのエリア、エリアで応援してくれますからね。さあ再入幕同士の対戦です。右の上手を取りました。左を差した、左も届いたか千代翔馬です。左の下手は錦富士、右で投げにいったがまわしを取れてしまいました。錦富士が勝っています。千代翔馬上手投げに行きましたがまわし取れました。これで錦富士が3勝目を挙げています。ちょっと首をひねりましたが、千代翔馬2勝2敗。ただこのさっき言ったその朝白龍とかも、同じような流れで張ってこう四つに食い止めたんですけど、やっぱこういうところ見られてほしいのは、やっぱまわしを相手に与えてないんですよね。負けはしたんですけど、千代翔馬がまわしを与えずに上手取って、下手はこうしっかりこう相手から距離を取ってまわしを取らせない形を作っている、こういう形を朝白龍ができるようになればいいんじゃないかなっていう、この相撲と関係ない話しましたけど、力も強いんで、やっぱり前に出るね。今の小兵力士ってただただ小兵じゃなくて、その藤の川とか、翠富士もそうですけど、やっぱりねこの辺で上がってきてね勝つには、宇良もそうですよ。朝紅龍のスピードは抜群。湘南の海突き放すか、それとも組むか。朝紅龍は4連勝スタートへ向けて湘南の海と激突。前が合いません。仕切り直しです。どう追気を大きく巻きました湘南の海。今度は朝紅龍タイミングがありません。3度目になります。さあ3回目、朝紅龍と湘南の海。下から通過だったが突き放していくこと、湘南の海、右の上手を取りました。手が届きましたね。中に潜ろうとしましたが、朝紅龍右の奥上手取られました。湘南の海が勝っています。3勝1敗。
立ち合いいかがでしたか？立ち合いからの流れはね、朝紅龍が、本当この届いたのがね、あそこから足運んでついていくっていうのを、11月ですからいい年にするためにもここを勝ち切って終わりたいと話しましたね。そうですね、やっぱもう、まあ1年納めの場所でもありますし、ご当所の九州っていうのもあるんでね。若い衆に混じって本当によく長く稽古をするタイプの佐田の海です。時疾風佐田の海、声を上げながら右の前みつを取りに行きましたが刺されました。佐田の海、前みつを狙っていきましたが時疾風が刺しました。非常に速い動きに見えましたが、まあまあなんで、前に取りに行った分やっぱ時疾風がうまく2本刺しましたね。刺されて気持ちがいいですよね、この豪ノ山の取り口っていうの。まあ僕結構言ってるんですけど、豪ノ山大栄翔、もちろん他にもいるんですよ。ただこのなんていうのかな、突き押し、自分が突き押しができなかったんで、その中でもやっぱなんか気持ちが乗ったこの突き押し、押し相撲っていうのが秒でに乗ってますか。なんかね、気持ちいいんですよね、見てて。さあその押しが出るでしょうか。相手は御嶽海、大関経験者との勝負。この対戦は3対1で豪ノ山が勝ち越しています。頭から当たる前に出た、素晴らしい推進力でした。あっという間の決着。豪ノ山が一気の押し、御嶽海を打ち破りました。らしさ出ましたかね。まあそうですね。まあちょっとこう本当に御嶽海の体が浮いてしまってうまく残れなかったんで、まあちょっとこう軽さが出ちゃったですかね。御嶽海がですね。だからもう一気に、まあでもいいですとね、痛みってね出てきますからね。そうですか。しっかりねケアしながらもちろんやってると思いますけどね。何重にもテーピングが足首に巻かれている様子が見て取れました。この対戦は4対0で竜電は昨日先ほどの豪ノ山に勝って今日を迎えています。竜電も先々場所幕内に戻ってきています。4日目の前半戦、竜電と友風の取り組み、どうタイミングが合わない。止まった方がいいかな。さあ勝って明日序盤戦の5日目に向かうのはどちらか。左を差した。右の回しは届いているか。もう一肩を入れたいですね。まだ浅いか。両回しは取れていますが肩をもうちょっと入れたいですよね。これだと外四つでも引きつけたら状態浮いちゃうんですよね。竜電は力があります。引きつけて寄っていこうとする竜電。寄る。竜電が寄り倒しました。やはり肩が入りきらなかった部分ありますかね。もう一つ、肩を入れたかったですね。入れると相手も脇の下にこうグッと思うんですけど、この肩の数センチの差なんですね。そうですね。こうなるとやっぱ上背もありますし、引きつけてくるともう状態が上がってきちゃうというね。だからまあ面白いですよね。体勢的に2本入ってるから有利かなって思うけど、やっぱり外四つの流れ的にはそんなに有利な体勢ではなかったんですよね。決まり手は寄り倒しです。竜電3勝目、明日は千代翔馬と。友風は残念ながら敗れて4連敗スタートで明日5日目を迎える展開になりました。さあここまで連勝がいかりとなり、今は藤ノ川として。そうですよね。なんかそら年取るわけだわっていうねいっぱいそうですもんね。この吉野富士とかでもやっぱ中学生ぐらいの時から知ってるんで。室島さんおいくつに？42ですね。42ですか。天海鵬さんの一つそうですね。上ですね。この一つ上がまあ全然違うぐらいの差があるんですけどね天海鵬とは。天海鵬さんを年齢一切とかじゃなくてね、もっと差を感じるほどの。さあ大型の獅子を迎えた藤ノ川4連勝。おっと相当勢いよく出ました。
ここはそうなんですよ。しこ名もそうですけど。193センチ獅子、176センチ藤岡。右差して、あと小手に振った。どうか。投げたのはどうでしょうか。軍配は藤岡に上がっています。膝は大丈夫ですね。いや大型190センチ以上ある獅子を見事に右が入ってすくいながらからもうこのカイナを返した状態で持ってきますからね、この小さい体で。一応ね訂正はしておきますが、まあ、それぐらいの気持ちでやってらっしゃるんですね。ノーギャラだと思ってやってました。いやよく視聴者の皆さん見てらっしゃいますね。いらっしゃいますうね。ん。ねミラースホールディングスもう一つ本田さんもねそうですね。ニックネームがついてますもんね。はいはいはい。まあまあまあ。張り手台風男だったかな。はい。知り合いからも連絡来て、張り手台風男誰ですか、知ってますかって、忘れてましたからね。俺じゃんと思って。さあ始まりました。ローが琴勝峰戦。左から攻めていこうとするが左下に取りました。そのまま前に出たのは琴勝峰でした。ローが回し取って体勢変えようとしましたが間に合わず琴勝峰が勝っています。琴勝峰2勝3敗、ローガが2勝2敗とした。これスローにしたらそこまでだったけど、流れ的には結構ね、もっと押っつけがうまく決まったような感じに見えたですね。ね、ローがなすすべなくというようなね雰囲気でしたもんね。まあまあいいとこにはまって、はい押したい怪我かもしれないですね。自分の力の使い方の中でエンジンの一つみたいな感じですかね。相撲のタイプ見てて、この走るこの土俵を蹴っていく足の中で、結構このふくらはぎってなんつうのかな、エンスト状態になるっていうのか、こうやっぱ、このふくらはぎからこう出力が出るっていう感じがあるんで、これがねなんかうまくバランス取れてないのかなっていうふうに思いますね。さあ大栄翔突き放していくか。おっとふわっと浮いた翠富士、突き放していく。うまく叩き込みました。緑富士がちょっとふわっと浮くように左に動きましたが、ついていった大栄翔。そうですね、よく見て対応しましたね。相手を中央に置いて突き押していきました。やっぱすごくこう、もちろんやっぱ脅威に思ってあの立ち合いになったんだと思うんですけど、まあ逆に大栄翔がしっかりそれを見てさばいたんでね。ついて突き放してからの突き落とし。まあこれは大栄翔。その片方に旅の分のね、その少し薄い部分が出るわけですが、あれでも本当はバランス良くないって言われるんですよね。まあそれだけこう繊細だということですね。そう、意外とだからバランスってすごく本当は難しいんだっていうのは私理論です。いや伝わってますよね。さあ翔猿金峰山戦、この対戦は2対2。一瞬引いた、叩こうとした左下で取った。右も取れているか翔猿です。低い位置は翔猿。金峰山の顎の下に頭決めに行こうとするが右足かけたか。いやー翔猿のうまさです。相手が動いた瞬間うまく反応しましたが、金峰山が持ち上げようとした瞬間翔猿動きました。やっぱセンスですね。センスが感性ですか。体の多分自分で狙ってたとかじゃなくて、本当パッととっさに出てる外掛けだと思います。見事ですね。鮮やかです翔猿です。アベマの中継班の皆さん今メモ取ってらっしゃいますからね。もうこれはね、一山本関に言ってください。インタビューの際にお伝えしていただくと、何山本かって言って、もしまたね10ですねとかって言ってたら豊ノ島が怒ってたと。15と言えと。15山本で15山本、もう負けていい一番なんかないんですから、全部勝つつもりでいかないと勝てませんよ、そんな。まあ全力士ですよ。今一山本のあったから言っただけで、例えただけですよね。そうみんなそうです。ここまでは2山本2勝1敗、美ノ海も2勝1敗。突き放していこうとする激しい展開、攻防になった。少し引いたか美ノ海、はどこうとしたけども返した。後ろを取って送り出し、ちょっと軍配とぶつかりました一山本。
美ノ海が勝っています。美ノ海勝って3勝1敗。これでね2勝2敗にはなったらしいべきです。はい、という、これ本当もう僕の現役からの、ね、考え方だったんで、人それぞれなんですけど、そういう気持ちはね全力士に持ってもらいたいなって思いますね。この気持ちが結果に必ず結びつくと。玉鷲、それこそ佐田の海とかね、10ほど上の方がいらっしゃいますいからね。ますから、そんなもう31歳なんかまだまだ若手ぐらいに思わないと。はい、さあこの対戦は阿炎が6勝、熱海富士3勝ということで10度目の対戦、3つ熱海、期待はしてるんですけどね、まだ三役上がれてないんですよね。最高位が前頭筆頭、先々場所は11番取りました。突き押し相撲の阿炎、組みたい熱海富士、突き押していくか。さあ熱海富士も突き押しに対して対応する。いや下がった阿炎、もう一度押し返す。負けてはいない、下がらなかった熱海富士。突き押し相撲の中で熱海富士が勝ちました。ちょっと目のあたりを気にしました。熱海富士がいい距離感をとって、一瞬やっぱこう阿炎の距離感になりかけるとそんなに無理していかないっていう、やっぱはたきとかを意識してる、しっかり下から当てがって、突ききれない距離感にして、距離感というのは、まさにこう格闘技のようですね。そうですね、やっぱりこのこれ突っ張りっていうのは阿炎の突き押しの突っ張り九州に帰ってきました。また一回り大きくなって故郷の地九州に帰ってきています。大野勝とは一度対戦して、前回は大学時代とかもやってますよね、お互い。そうでしょうね。日大と日体大と、大野勝は学生横綱でした。上から当たって下から押し上げようという大野勝、左の回し、手が届いた、右を差して最後倒れ込むようになりましたけれども、吉野富士が勝っています。吉野富士勝って3勝目、1敗を守りました。大野勝は1勝3敗です。拍手が湧き上がります。福岡国際センター。ただいまの決まり手は寄り切り。立ち合いはどうでしたか。これね、立ち合い押っつけまでは、これじゃあタッチペンいきます。押っつけまでは大野勝が良かった、戻してください。大野勝が良かった気がするんですよ。立ち合いの立ったところまで、この辺まで OK です。ということは起こされたくないわけですね、正代は。正代的にはね、起こされたくないけど、押して、そしてはたき込みもうまい欧勝馬です。圧力をかけていきたいけど、欧勝馬もすごい突っ込んでいくっていうタイプで欧勝馬もレスリングルーツですから低さはあります。右四つより得意、捕まえて寄っていけるかという正代。先ほどは熊本県の後輩吉野富士が勝っています。下から当たる欧勝馬、喉をついて体を起こしていく、受けた正代、前に戻していく、胸を当てた、左上手届くか届かない、もう一度土俵中央、張って前に出た、欧勝馬が勝ちました。攻防はありましたが、欧勝馬に軍配が上がっています。ただいまの決まり手は押し出して欧勝馬の勝ち。合わせてるかな、正代が。相手のペースですか。一瞬押してった時にちょっと自分のあれでいこうかなと思ったら、この辺の頭をつけていく感じとか普段しない形ですからね、正代がね。なんか欧勝馬の方がなんかもうちょっとこう丸めるという表現ですか。
まあ、回しの取り方としていろんな形があるんですよね。私も中に入るときには私は反って腕をクロスして入っていく形だったんですけど、なんかもうちょっとこの平戸海の入り方としては形で言うとちょっとなんかこう遠藤みたいな体を丸めて入っていくような丸く入のがっていく感じですか。いいですよね。さあその立ち合い、平戸海、今差した、おっと玉鷲のパワー。丸く入りにいってるけどパワー体が炸裂でした。浮いちゃってるんですよね、今のね、今も浮いてるんですか。状態が上がってこの後なんですけど、体が上がるんですよね。そこをしっかり見ていた玉鷲です。いや強い、3勝1敗。化け物ですね。いや恐ろしいですね。25歳をもう吹き飛ばすようなものすごいパワーでした。40歳対25歳の対決、40歳やっと帰って、はい、本当にやっと帰おめでとうってね、本人に言いたいなって思いますよね。もう会場の皆さん見守るように何か視線を送っているような空気感です。やっぱね、こう本当に相撲ファンは本当にみんな待ってます。去年のここ九州11月場所までは関脇でした。さあ若元春が苦手高安に挑む格好。手をついて、手をついて、待ったらし。立ち合い、やはり声を上げながら胸で当たった高安、左が届くか。左を差しているのは若元春ですが、それをうまく高安が返したいところ。右のまわしを取る、右から攻めていくという若元春、左を嫌がる高安。高安を振る若元春。さあここからです。形としては若元春としてはいい形ですよ。高安は辛抱ですね。起こしきてるかですよ、本当に。起こしに行く。回し切れた。肩が少し下がった。前に出た。高安が勝ちました。厳しい体勢から逆転の高安。本当に嫌なんでしょうね。これちょっと正直、展開見ながら、あ、これは若元春が勝ったかなってちょっと思っちゃったんですよね。タッチペン解説なんかいかがでしょうか。やりましょうかね。いやー、これはよく勝ち切りました。やはり若元春は苦手意識があったか。ちょっと興奮してますけど、うまいなーって、いや今ね、もう出てるんですよ、カンペで、はい、解説早めにって出てるんですけど、すみません、ちょっと興奮してるんで、はい、あとはもう見事な逆転勝利、押し出しでした。青錦だからね、はい、分かりますけど、ちょっと興奮してるんですよ、私も分かってないですけど、はい、やっぱりこう出足ありますんで、青錦はここは今日ね、もちろんまあ分かってると思うんですけど、ね、しっかりいつも通りの低い体勢でいけば問題ないんじゃないかなというふうに。この対戦は2度目の対戦ですが、前回初顔合わせでは青錦が勝っています。まだ今場所始まって勝ちがないというのが隆の勝、3連勝は青錦。昨日は伯桜鵬、土俵際首投げで下したという青錦。4連勝なるでしょうか。すでにこの低い体勢、突き放そうとする、中に入る素早い、左の上手を取った、前に寄る、回しは切れた、しかし押し出しました。強い青錦、崩れません。4連勝、盤石の形。突きなしですかね、どうでしょうか。ですね、まあ、ほぼ決まりぐらい。うまいんだよなこれね、決まらんかったけども、でもまあちょっとこの辺もね、やっぱ崩さないですね、体勢を下から下から。なんかやっぱりこう内無双とかそういう小技も多いイメージあるんですけど、やっぱり低い体勢で前に出る圧力もありますしね、やっぱこれもやっぱみんな引きたくなっちゃうんですよ、あんだけ低いから。そうすると一気に出ていってね。残すは王鵬、宇良戦、さらには琴櫻、伯桜鵬、大の里、霧島、
豊昇龍、若隆景、残すは4番になりました。今場所終盤戦まで優勝争いに加われるか王鵬。関脇に戻っての九州。宇良は先ほど豊ノ島さんからありましたが、王鵬に対しては3連敗中。王鵬対宇良、低い宇良、突き放して起こす王鵬。顔がもう真っ赤です。宇良徹底して突き放す。しかし宇良も前に出ようとした。いや、右に動いた。逆転の宇良、見事に王鵬を下しました。すっと右に動いて形勢逆転。宇良が対王鵬戦3連敗で止めています。途中までは王鵬のペースに見えましたが、そうですね、なんですけど、やっぱ押し返していく場面がありましたよね、宇良が。はい、この後なんですけどね、ここですね、盛り返しました。押し返していって、相手が押してきたところをうまくいなして、お客様にお知らせいたします。いや、その後の当たりも強かったですね。そうですね、臨時バスをごいたします。周りでこう教えてもらって、そういう風になったのかは、わからないですけど、やっぱ気づけたっていうのは白鵬にとっては大きいんじゃないかなと。さあ、シンクロの時間。さあ、気持ちを一つに。琴櫻、連敗を2で止めたい伯桜鵬戦。琴櫻としては豊ノ島さん、できるだけ早く決着したいという状況でしょうか。タイプ的にはでも琴櫻は伯鵬そんな嫌ではないと思うんですけどね。2対0で琴櫻が2連勝中、まだ敗れてはいません。ただ右足の状態はどうか。負けが一つ先行はしていますが、状態のいい伯桜鵬。琴櫻伯桜鵬戦、右の足を取ったのは琴櫻でした。強く当たってくる伯桜鵬に対してやや右に動いて右の上手。伯桜鵬は敗れて3連敗、琴櫻勝って2勝。まあちょっと考えたかなっていう、そんなに別に変化というか、上手をちょっとしっかり取りたかったのかなっていう。右の上手、あっという間に取りましたね。そうですね、懐も深いですし、手が長いです。決まるということになっていますが、さあ大野里霧島戦です。霧島はまだ一度も豊ノ島さん、大野里に勝ったことがありません。それだけにどう取り組み考えているか。やっぱ攻略して、やっぱ圧力を止められてないっていう展開になるんだと思うんですけど、なんとかね、やっぱでもやっぱそれいろいろ考えていってると思うんで、やっぱりね、こんだけ負けてるとね、何かしらしなきゃっていう、だからそういう怖さはあるんですよね。何かをこう考えてくるんじゃないか、相手は何か変えてくるんじゃないかと大野里も考えていると。分かんないですよ、こういう時っていうのは。やっぱ奇襲で一回張ってきてくるとか、いろいろやるかもしれないですからね。さあ大野里、鬼門の4日目、超えてくるか。超えてきました。大野里4連勝、苦手4日目を見事に乗り切りました。いやいや、面白いですね、今のなんか苦手誰々を苦手4日目を相手というよりは、相手じゃなくて、これまでの過去の自分と戦っているということで来たということですね。データ的に言うと、ってことはここから星を伸ばすのではないかということですね。なるほど。立ち合い右肩から当たって、その後立ち合いは霧島がね、しっかり踏み込んでいいかなと思ったんですけどね。霧島はやられたという表情でしたね。落ち着いてましたかね。しっかり見えてるというか、でね、今度は豊昇龍がいやいやかんぞとね、ばかりに優勝をね重なって、お互いがこうね、
高め合って、うんこのやっぱ今2横綱ですからね、2人が相撲界を引っ張っていってもらいたいなっていう、1月場所は優勝しました。ただその後は優勝がありません。横綱となっての豊昇龍、優勝はあるか。11月場所、優勝は2回。九州にやってきてからは充実の稽古ができているというふうに語る横綱です。立ち合い低く入って左を入れたい若隆景。さあ今日の結びの一番4日目、豊昇龍若隆景戦。頭から当たる、右の前右と取ろうとしたが右を差した若隆景。左を取らせない若隆景ですが厳しい体勢になりました。豊昇龍力で勝りました。初日黒星の後は3連勝、3勝1敗で大野里を追っていきます豊昇龍。4日目、強かったですね。全ての取り組みが終わりました。圧力も感じた横綱。うまく若隆景も豊昇龍右を制しに行きましたけれども、ここから力強さありましたね。そうですね、その後じりじりっと押していったあたりは、まあ軽量とは言ってもですね、若隆景が、こんなに簡単に体をぐっと持っていかれることはあんまないんでね。力強かったですね。下半身の力強さもお見事。何かここから相当連勝が続きそうなね雰囲気でも見えますけれどもね。そうですね、こんな、ね、力強い相撲を見てると、なんていうのかな、この体よりももっと相撲だったんで相当パワー感じるわけですか。今のは、素晴らしい寄り切りでしたね。さあ4日目すべての取り組みが終わりました。舞台は九州福岡国際センターです。大野里、豊昇龍ともに勝っています。これで大野里が4連勝、青錦も4連勝、若き藤ノ川も4連勝。全勝力士は3人で明日5日目に向かっていくという九州の地です。まずは今日終えてみて全体的な印象を教えていただけますか。そうですね、今場所初めてですか、この大関横綱が全員勝ったのは初めてじゃないですかね。4日目で琴櫻、そうですね。やっぱ上がバシッと締めてくれると、やっぱり締まりますか。締まりますね。さあそれではこの後解説の豊ノ島さんの今日の一番を振り返ります。これをもちまして